皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、新型コロナウイルスに対するワクチンの接種率が進んだ状況において、私たちのものの見方も変えなければならない、そのような情報を皆さんにお届けしようと思います。というのも、新型コロナウイルスに対する政策というものは様々あるわけですが、その時々において最も良い方策というものは変わってくるものです。例えば、全く何の手立てもないような状況であれば、とにかく何としても被害を防がなければならないと、最大級の規制をかけることが正当化されます。一方において現在においては、ワクチンの接種率が少しずつ上がっている状況ですから、ワクチン接種がゼロだった時に比べれば、その政策などについても変更しなければなりませんし、また私たち国民としても、どのポイントに批判をしなければならないか、そして注意深く情報を見ていかなければならないか、そういったポイントも変わってくるのです。しかし、このような変化に対して、例えば日本のマスコミは以前から全く変わらず感染者数の増減などを報じており、それに基づいた不安を煽るような報道が今でも続いています。しかし、状況が変われば、データの見方も変えなければならないということを皆さんにもぜひとも伝えられればと思います。それでは、ワクチン接種が進むと一体どのようなことが起こるのか、早速ニュースをお聞きください。アメリカ、コロナ感染者が増加。大半がワクチン未接種者。アメリカ保健当局者は8日、国内で新型コロナウイルス感染者数が前週比約 11% 増加し、その大半がワクチン未接種者だと発表した。アメリカではインドで最初に確認された感染力の強い変異株、デルタが主流となっている。アメリカ疾病対策センター CDC のワレンスキー所長は、ここ数日で確認されたコロナ感染者の約 93% がワクチン接種率 40% 以下の群だったと指摘。さらに、ここ数ヶ月の暫定データは、新型コロナ感染症による死者の 99.5% がワクチン未接種者だったことを示唆しているとし、ワクチン接種率が低い地域では感染者数と入院人数が増加していると述べた。アメリカにおいてデルタ株が感染拡大していますよというニュースだったわけですが、見るべきポイントというのはどちらかというと、ワクチンを打っていない人の間でその被害が拡大しているというところが一つのポイントでしょう。そして、これがアメリカだけの話かというと、そういうわけでもありません。60代以上の新型コロナ感染者 96.6% がワクチン接種未完了者。こちら韓国のニュースです。韓国キョンギ道で最近、道内60代以上の新型コロナ感染者を分析した結果、96.6% がワクチン未接種、または一次接種をした後、二次接種を終えていないなど、接種未完了者であることが分かったと9日明らかにした。また、ワクチン接種率がすでに高いことで有名な国においても、感染者数が増加しましたよというニュースが出ているわけですが、このあたりも中身をよく見る必要があります。イスラエルでコロナ感染増。ワクチン未接種の子供多数。国民の過半数が新型コロナウイルスのワクチンを接種したイスラエルで今週、感染力が強いデルタ株の変異ウイルスによる感染が拡大している。新規感染者は、当初ワクチン接種の対象となっていなかった15歳以下の子供が多い。最近は1日あたりの新規感染者数が10人未満にとどまる日もあったが、AFP 通信などによれば、21日以降は3日連続で100人を上回った。約2ヶ月ぶりの高い水準で、同国中部の学校に在籍する子供らの間で感染が広がったことなどが要因という。イスラエルは世界最速のペースでワクチン導入を進めたものの、15歳未満は接種の対象外となっていた。このようにワクチン接種率の高いイスラエルにおいて、感染者数がデルタ株で増えていますよというニュースだけを聞くと、なんだワクチンの有効性が随分下がったんだなというふうに受け止める方が多いわけですが、そもそも接種の対象ではない子供たちの間で流行ってしまったというのが一つ見るべきポイントです。また、デルタ株はワクチンの効果が下がってしまうということが問題になっていますが、これも同じくイスラエルのニュースで感染予防効果については 63% 程度まで低下したことが報告されています。しかし、そのニュースにおいても同時に重症化予防の有効性については従来とほぼ変わらず 90% 以上維持していることなども報道されており、ワクチンで最も大事にされている重症化予防については未だ健在であることが示されています。それではこのワクチンの接種率についての関係と社会活動の再開についての話をしましょう。
この話をするときにはイギリスを例にするのが最も良いでしょう。というのもここ最近においてはサッカーのヨーロッパ選手権が行われたヨーロッパ各地においてほとんどのサッカー会場において多くのお客さんが詰めかけています。またイギリスにはテニスの四大大会の一つであるウィンブルドンが開催されたこともあり、この大会においても観客が多く押し寄せていました。しかしそのようなイギリスであっても社会活動の再開については規制緩和の方向であり、感染者数が多い中でなぜそのようなことになっているのかを理解しなければなりません。というわけでイギリスにおける新規の感染者数の傾向です。ヨーロッパ選手権やウィンブルドンテニスというのはまさにこのグラフにおいては右端の方、感染者数が増加している傾向の中で行われました。これだけを見るとなんてことをしているんだという話になりがちなわけですが、もう一つのデータを見ると考え方を変えなければならないことがわかります。こちらが同じ期間における死亡者数の推移です。先ほど見てもらったグラフでは新規の感染者数の増加というものがどんどんと進んでいることが分かったはずです。しかしそれに連動する形での死亡者数の増加というものは見られていません。このグラフから分かることは先ほどの感染者数の増加に比べて明らかに死亡者数については大きな増加傾向というものが見られないことです。一体なぜこのようなことになっているのか、その理由というのが今回ご紹介した記事にあるようなワクチン接種率が高まるとその死亡率についても大幅に減少する効果というものが見られることです。死亡している人もしくは感染者数のその多くにおいてワクチンをまだ未接種ですよ、もしくは接種していても完了していない人などが大きな割合を占めている。ここは非常に大きなポイントです。イギリスはワクチンの接種が進んでいる国であり、そうした意味においてはデルタ株の感染が拡大したとしてもその被害というものは大幅に低下していることがこのグラフからわかります。ここまでの話を聞いて一つ誤解されている方がおられるので、その点についても指摘をしておきましょう。特にこのデルタ株については日本国内においてはこれはもう弱毒化したんだからもう脅威ではないというふうに言われる方がおられます。しかしその点についてはかなり間違っているということを指摘しなければなりません。というのも新型コロナは感染力が上がったという話がメインになっていて、決して弱毒化しましたよというニュースなどは流れていません。なぜそのような状態なのかについて説明を行いましょう。現在新型コロナウイルスに対するワクチン接種というものはおおむね高リスクの人、医療従事者であったり高齢者であったり基礎疾患のある人を中心にしてまずは先行して進めていきます。その後中リスクである中高年、それよりもリスクの低い若者へと展開していくこととなります。ですからワクチン接種が進めば進むほどリスクの高い人たちへのワクチン接種率が高まっていきますから、新型コロナの患者さんを出てきた時にだんだんと症状の軽い人ばかりになっていくなということになるのは、そうした高リスクの人たちがワクチンである程度守られているからです。そのことがわかるのはワクチン接種率が低い国においてデルタ株が広がると一体何が起こるか、その現実のデータを見ればわかります。現在ワクチン接種率が上がっていない国、そして同時にデルタ株が感染拡大している国として東南アジアの国を挙げておきましょう。インドネシアにおいて新規感染者数というものは大幅な増加を見せています。この増加している理由としてはデルタ株が蔓延しているからです。もしもデルタ株が弱毒化しているとすれば、インドネシアにおいてこのような感染爆発が起こったとしても、イギリスのように死亡者数のグラフは全く上向きにならずに進むはずです。しかし現実はどうでしょう。こちらがインドネシアの死亡者数の推移です。感染者数が上がるのと同じようにして死亡者数も大幅な増加を見せています。1日に亡くなる人の数というのは500人を超えて、現在では700人程度へと達しています。このことからも明らかのようにデルタ株だったら弱毒化するという考えは少し捨てた方が良いでしょう。また東南アジア地域においてはファイザーやモデルナではなく中国製のワクチン、シノバックやシノファームのワクチンが広く使われていることもあり、このこともまた被害を拡大させている要因だと考えられます。さて、これまでの情報をもとにして日本の状況、東京を特に考えてみましょう。日本の中における感染者数が最も多い地域というのは東京やその周辺都市です。そしてテレビ報道などにおいても東京での感染者数が多くなったか少なくなったかというのを中心にして取り上げられることが多いです。このグラフからわかるのは東京における感染者数というのはおおむね500人から1000人の中で収まるいわゆるボックス圏に入っています。決して下がるわけでもなければ急激に上がるわけでもないような状況に陥っています。
では、それに連動して重症者数は一体どうなっているかといえば、それほど大きな増加は見せず、むしろ重症者数についても減る時などもあります。これは亡くなった方もおられますし、また病状が回復して重症者数から除外されることもあります。どちらにしてもそうなのですが、重症者数が極端に上昇するということは全く起きていません。そして亡くなられた方の推移についても見ていきましょう。こちらもおおむね急上昇を見せることはなく、ある程度被害は横ばいもしくは減少傾向にあることがわかります。ただ減少傾向といってもそもそもの人数として1日あたり5人から10人程度といった形で、例えば先ほども述べたようにインドネシアでは1日に700人、600人といった人たちが亡くなっていることに比べれば、明らかにその被害というものが大幅に少ないことがわかります。今回ご紹介した記事などにおいて、数々の数字やグラフなどを用いましたが、これらが総じて言えることは、ワクチンを打った人と打っていない人の比較をすることによって、少なくともワクチンを打った人たち、そのグループ全体として見た場合は、明らかに有効性を認められるということです。例えば亡くなっている人たちを見てみると、その亡くなっている人たちの中で一体どれだけの人がワクチンを受けているだろうかと見てみたら、ほとんどの人が受けていなかったというのがアメリカのニュースです。そして感染者数の拡大していますよというニュースのその中身を見ていくと、実はワクチンを接種していない人たちの間において感染拡大が見られますよといったことなどもイスラエルのニュースなどからわかるでしょう。また同時にデルタ株は病毒化しているんだという人たちもいるわけですが、実際のところワクチン接種率が低い国などにおいて感染者数が増加すれば同時に死亡者数も多くなっていることなどから、決してデルタ株だから弱毒化した、さあ大丈夫だといった話にはならないといったところもデータからわかることです。しかし日本においては新型コロナの感染拡大が見られても同時に重症者数や死亡者数が大幅に増加していないことなどが示されています。これらのデータを見て、いやいやまだまだ時間差でこれから上がってくるんだという人もいるわけですが、しかし状況全体を見てみればワクチン接種率というのはこれからどんどんと上がってきます。なぜならばワクチンというものは打ってすぐに効果が出るものではなく、時間が経ってから徐々にその目指している有効性を発揮するようになるからです。1回目打った時よりも2回目打ってから、そして2回目打ってから2週間程度というのが最も想定した免疫レベルへと達しているのです。ですから時間の経過というものは基本的に私たちにとっては味方となります。そしてこのことは逆にひっくり返せば、残念ながらワクチンを打っていない人たちに対する新型コロナのリスクというのは依然高まっていると言えるでしょう。なぜならばデルタ株であるとかデルタプラス、その他ラムダ株、イプシロン株などについては感染力が上がっていますよという話などが出ていますから、病毒性について弱くなっていないのであれば単純に感染力が広まっているわけですから、ワクチンを受けていない人たちの間における感染拡大というものが広がれば、それに伴って亡くなる人というのもそれなりに出てくることは避けられないからです。ただし社会全体としてワクチン接種率が高まっていれば、ワクチンを受けていない人の数というものは相対的に少なくなっていくわけですから、社会問題としての新型コロナというのは大幅な沈静化へと向かうわけです。新型コロナの問題というのは、感染者数が増加して、それに伴って重症者がどんどんと増えてきて、病院のベッドが圧迫され、もはや受け止めきれない、そうした医療崩壊を起こして、多くの人々が亡くなってしまうことです。しかし、感染者数が増加しても、そもそも重症者数が増えずに、ベッドはガラガラだという状況であれば、それはもはや社会問題としては大きく取り扱う必要はありません。例えば、インフルエンザであれば、例年であれば、日本人だけでも1000万人程度がかかり、それによって毎年1万人程度の人が関連死すると言われています。インフルエンザの場合であれば、直接の死因としてインフルエンザと記述されるよりも、インフルエンザを元にしたその後の肺炎やもしくはその後の発熱などによる多臓器不全など様々な要因として分かるためにインフルエンザで死亡しましたとは書かれないことも多いわけですが、そのように多くの人々が亡くなる病気であっても例年のように社会全体が何かロックダウンへと向かうような話にはなりません。これは社会問題としての病気がそれほど深刻ではないからです。それと同様に新型コロナウイルスの問題というのもワクチン接種率が高まっていけば社会と共存していくような形へとなっていくと考えるのが普通でしょう。ただし日本の新型コロナウイルスに対するワクチン接種率というのはまだまだ上がってくる途中というのが現実です。ですから高齢者の人たちや医療従事者の人たちへの接種というものは非常に進んでいるわけですが、同時にそれ以下の年齢層の人たちというものはまだまだ接種を受けられないような状況です。
そのため東京都などにおいては、高齢者の人たちは明らかに感染者数としてはカウントされる数が減ってきているのですが、その下、リスクがそれなりに高い中高年の人たちを中心にして、だんだんと感染が広がっていけば、それに伴う重症者数は伸びていくということが問題視されています。この問題を防ぐには、当然のようにワクチン接種率を高めていって、リスクの高い人たちへのケアというものが必要となるでしょう。ただし、繰り返しますが、ワクチン接種率というのは基本的には上がっていく一方で、決してワクチンを打った人が取り消されることはありませんから、全体の傾向としては改善していきます。そして非常に残念なことではありますが、新型コロナウイルスというのは世界中へと広がってしまいました。ですから現在のこの状況から新型コロナウイルスの感染者数を完全なゼロにするというのはほとんど不可能な状況となりました。ですから今後私たちが目指していかなければならないのは、社会問題としての新型コロナウイルスを抑え込んだ上でこのウイルスと共存していくことです。それは私たちにとってインフルエンザがあっても社会が崩壊しないのと同じように、新型コロナウイルスがあったとしても同様に社会の動きを全く止めずにいられるような状況を作ることです。ですから現在の報道などにおいては、感染者数が何人ですかというところばかり取り上げるわけですが、実際に私たちがこれから見なければならないのは、ワクチン接種率がどこまで上がるかというのと同時に、重症者数がどれほど上がるか、そここそがこれからは見なければならないポイントだと思います。また一つ注意点として言えるのは、ワクチンの接種率が高まっていけば集団免疫が獲得できるだろうという見込みについては、私はおそらく失敗するだろうと思います。というのも、そもそもワクチンを打たなくても別にいいですよという年齢層というものがあります。例えば未成年の人の場合だと、そもそもワクチンを受ける必要がないほどに新型コロナウイルスの脅威というものは低いです。ですからこれらの人々は基本的にはワクチンを受けないで良いと私は考えていますし、またそもそもリスクが高い人たちであったとしても、ワクチンを受けたくないよ、私はワクチンを打たないと決めていますよ、そもそも国産のワクチンをずっと待っていて海外製のワクチンは受けませんよといった具合にして、自分の意思でワクチンを受けない人たちというものを存在します。ですからそのことを考えると、集団免疫を獲得するために70%、80%、90% の人がワクチン接種をしなければならないといったような状況を達成することはほぼ不可能だからです。ですから誰か他の人たちがワクチン接種を受けていて、自分は受けなくても別に集団免疫いつか獲得できるでしょうと考えるのは、あまりにも事態を楽観視しすぎでしょう。自分自身の年齢やもしくは体の調子などを考えて、新型コロナウイルスにかかった時のリスクというものが高いのか低いのか、ワクチンを受けた時のメリットデメリットを天秤かけることがそれぞれの人に求められることです。そしてそのことを考えるときに、少なくともマスコミの政府批判が目的化しているような報道姿勢などに疑問を持ち、そして現在の状況がどうなっているか自分の頭で考えることが私は非常に重要だと思います。政府の対策に問題はありますし、改善点などもたくさんあります。しかし年月の経過というのはそもそも人類にとっては大きな味方となっていることは、これは間違いないと思います。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。